皆さん、こんにちは。あの突然ですが、はい。日本人の友達をですね、食事とか飲み会に誘った時に、ええ。あ、ちょっと予定を確認してみますとか、行けたら行きますって言われて、はい。よくある返事ですよね。で、結局これって来るの来ないのって迷子になった経験皆さんありませんか？日本語を勉強してる皆さんなら絶対、一度は経験しているはずですよね。結局連絡が来ないっていうあのパターン。そうなんですよ。学習者からするとまさに言葉の迷路みたいで、ええ。言葉通りに待っていた方がいいのか、それとも裏の意味があるのか。そうですね。そこで今回のテーマ探求なんですが、なぜ日本人がはっきりとノーと言わないのか。その裏にある心理とか具体的なフレーズの本当の意味をですね、今日は一緒に深く読み解いていきたいなと思います。はい。すごく面白いテーマですよね。日本語ではですね、直接行きませんとか無理ですっていうことはすごく少なくて、ええ。かなり高い確率で柔らかい断り、つまりソフトなノーを使っているんです。今日は具体的な資料や研究結果を交えながら、その背景をお話ししていきましょよろしくお願いします。そもそもなんですけど、う。はい。なぜはっきり言ってくれないんですか？言われた方はちょっと混乱しちゃいますよね。そうですね。実はこれ、単なる習慣じゃなくて、すごく深い理由があるんです。ちょっと驚くかもしれませんが、脳科学のデータからお話ししていいですか？脳科学ですか？言葉の話なのに。そうなんです。今回の資料にある東北大学の研究なんですけどね、はい。fMRI っていう脳の血流の動きを見る機械を使って実験をしたんです。脳のどこが動いているかを見る機会ですね。そうです。で、日本の被験者に直接的な断りと間接的な断りを聞かせたんですね。ふんふん。そしたら、行かないとかダメだっていう直接的な言葉を聞いた瞬間、脳の島質とか扁桃体っていう部分がすごく強く反応したんです。島皮質と扁桃体、それはどういう部分なんですか？これですね、感情とか社会的な痛みを処理する部分なんです。つまり、まるで物理的に叩かれたり攻撃されたりしたかのような強いアラームが脳内で鳴ったっていうことなんですよ。へえ、本当ですか？はい。でもちょっと待ってください。それってただ単にその実験で使われた声のトーンが冷たかったとか、言い方がきつかったから脳が不快に感じただけじゃないんですか？すごく鋭いですね。実は研究者たちもそこはすごく気にしていて、はい。実験では声のトーンは完全にフラット、つまり感情を全く入れない状態にコントロールされていたんです。感情が入っていない声だったんですね。そうなんです。それでも日本の被験者の脳は直接的な断り言葉そのものを社会的脅威として認識したんです。脅威ですか？言葉の意味自体が怖かったってことですか？ええ。日本社会において相手の誘いを直接断るっていうのは相手の顔を潰すこと、つまり人間関係を壊してしまう危険な行為だと脳が無意識に警戒しているってことなんですよ。はあ、なるほど。でもどうしてそこまではっきり断ることが危険だってインプットされてるんでしょうか？それはですね、日本の地理とか歴史的な背景が大きく関わっています。歴史ですか？日本って島国で、しかも国土のほとんどが山ですよね。そうですね。平らな場所が少ないですよね。ええ。だから昔の人々は狭い平野に集まってみんなで集落を作って稲作をしてきたんです。お米作りですね。そうです。お米作りって一人じゃ絶対にできないんですよ。水を分け合ったり、全員で協力しないと生きていけなかったんです。ああ、なるほど。みんなで助け合わないと。そうなんです。もし村の中で直接的な対立を起こして、村八部って言葉聞いたことありますか？あ、はい。コミュニティから仲間外れにされることですよね。ええ。昔の社会では仲間外れにされることは文字通り死を意味したんです。わあ、それは怖いです。だから、とにかく摩擦を避けて、集団の和を保つコミュニケーションが生存戦略として何百年もかけて DNA に刻み込まれているんですね。生存戦略。
なるほど。はっきり断らないのは意地悪じゃなくて、お互いが安全に生きていくための優しさから来ているんですね。その通りです。で、その気遣いが実際の日常会話でどんな言葉になっているか、ここからが皆さんもよく知っているフレーズの解読になります。はい、待ってました。一番よく聞くやつからお願いしてもいいですか？もちろんです。リスナーの皆さんもよくご存知のちょっとという言葉ですね。ああ、出ました。ちょっと。今週末飲みに行かないって聞かれて、今週末はちょっとっていうあれですよね。はい。学習者が一番最初にぶつかる壁ですよね。そもそも、ちょっとって少しっていう意味の副詞ですよね。それがどうしてあんなに強力な脳のサインになっちゃうんですか？言語学ではですね、これをネガティブポライトネス、消極的丁寧さって呼ぶんです。消極的丁寧さ。はい。相手の領域に踏み込まない、相手に強制しないという丁寧さですね。はあ。ちょっとって言って文を最後まで言わないですよね。確かに、いけませんまで言わないです。これを未完結発話って言うんですが、文を途中で止めることですごく高度な心理的安全性を作り出しているんですよ。文を終わらせないことが安全性になるんですか？ねえ、もし最後までいけませんって言い切ってしまうと、それは話し手が一方的に結論を出して会話のドアをバタンって閉めることになりますよね。さっきの脳が痛みを感じるやつですね。そうです。でも、ちょっとで止めることで、ここから先、私がなぜいけないのか、この状況をどう解釈するかはあなたの自由ですよって結論を出す権利を相手に譲っているんです。決定権を相手に渡してるんですね。へえ、面白いです。はい。でも、それを受け取った側はどうやって正しい結論を出すんですか？言葉がないのに。それが日本でよく言われる空気を読むということなんです。空気を読む。学習者にとっては、なんだかエスパーの超能力みたいですごく難しく感じます。そうですよね。当てずっぽうだと思われがちなんですが、実は違います。空気を読むっていうのはすごくアクティブなデータ処理なんですよ。データ処理ですか？相手の表情とか声のトーン、これまでの関係性、前後の文脈、そういう膨大なデータを一瞬に計算して最適解を導き出す技術なんです。なんだか急にかっこよく聞こえてきました。アクティブなデータ処理。そうやって考えるとちょっと見方が変わりますよね。じゃあ次の言葉に行きましょうか。はい。難しいですねという表現です。それもよく聞きます。英語のディフィカルトとか他の言語の感覚だと難しいってことは頑張ればできるかもしれないっていうちょっと前向きな響きがありませんか？まさにそこなんですよ。そう解釈して日本のビジネスでつまずく海外の方はすごく多いんです。努力すればいいんだって思っちゃいますよね。ここでよく使われる面白い例え話があるんですが、会話をジェンガというブロックのゲームだと想像してみてください。木のブロックを積み上げて順番に引き抜いていくゲームですね。はい。欧米の文化だと不安定なブロックがあればさっと引き抜いてみてタワーが崩れるか崩れないか白黒はっきりさせますよね。効率的です。でも日本人はブロックを指で軽くトントンって叩いてみるんです。トントンと。そしてタワーが少しでもぐらって揺れたら何も言わずに静かに立ち去るんです。引かないんですか？引かないんです。これが難しいですねの正体です。タワーを崩さないために静かに立ち去っているんですね。壁の高さを低く見せているんじゃなくて、これ以上押すとタワーが崩れますよ。つまり私たちの関係が壊れますよっていうサインなんです。なるほど。もし本当に条件次第で可能なら、日本人は必ずここを変えれば可能ですっていう具体的な代案をセットで出します。代案がなければ。それがない難しいですねは、絶対に押してはいけないブロックなんです。ほぼ 100% 不可能ですっていう強いノーのサインなんですよ。ジェンガのタワー、それはすごくわかりやすいです。いやー、奥が深いですね。じゃあ、日常会話で一番学習者を混乱させるあのブロックについても聞いていいですか？はい、何でしょうか。行けたら行きますです。出ましたね。これ、文字通りに考えたら、行けるなら行く
ですよね。If I can go, I will go。そうですね、文法的には。でも今回の資料の調査データによると、これを聞いて本当に来ると思う日本人は3割以下だとか。はい。実質的には 80% 以上の確率で行かないという意味の建前です。80%。でもなぜわざわざ行くという言葉を使うんですか？最初から今回は行けないごめんねって言えば済む話じゃないですか。それが先ほどのジェンガのルールなんですよ。行かないってまっすぐ言い切ってしまうことは、誘ってくれた相手の行為を拒絶する行為になりかねない。相手の優しさを吐き返してしまうような。そうです。だから、あなたの誘いはすごく嬉しいし、私は行きたいと追っている。でも、物理的な条件がそれを許さないかもしれないっていう、一つの優しい物語を共有しているんです。物語？ええ。そうやって人間関係のドアを急にバタンと閉めないようにしているんですね。なるほど。相手の行為に対する感謝を行くかもしれないという言葉に変換しているんですね。そういうことです。ビジネスの場面でも同じような魔法の言葉がありますよね。全面に検討しますとか、考えておきますとか。ええ、よく使われますね。ある専門家が日本のビジネス文化についてすごく面白い表現をしていて、何ですか？日本のイエスは静かに育ち、ノーは丁寧に隠されると言っているんです。イエスは静かに育ち、ノーは丁寧に隠される。わあ、とても詩的ですね。はい。例えば、考えておきますっていう言葉は、相手の提案をすぐに否定して傷つけるのを避けるための、いわば会話の終了ボタンとして使われることが多いんです。終了ボタン。レストランでお会計をお願いしますって言うと食事が終わりますよね。はい。それと同じで、これ以上この話題を深掘りするのはやめましょうという合図なんです。また今度というのも同じ仕組みですね。また今度も優しい響きなので、学習者は次こそはって期待してずっと待っちゃうんですよね。ええ。でもこれも具体的な日付が出ない限り、本当に次があるとは限らないんです。ドアを完全に閉めるんじゃなくて、数ミリだけ開けたままにしておくためのテクニックなんですよ。相手の誘いを断るんじゃなくて、タワーを崩さないためのテクニック。その理由がわかると、なんだか日本人のちょっと不器用な優しさが見えてきますね。そうですね。決して相手を騙そうとして嘘をついているわけじゃないんです。はい。でも、学習者としてはですね。ええ。じゃあ、どうやってその隠されたノーを見抜けばいいのか、そして自分自身が断りたいときはどうすればいいのかっていう実用的な部分も知りたいです。確かに、そこが一番大切ですよね。相手の言葉が本当のイエスに向かっているのか、それとも隠されたノーなのかを判断するポイントは大きく3つあります。3つですね。メモの準備をお願いします、皆さん。まず1つ目は具体性です。具体性。ただ、また今度とか予定を確認しますで終わるんじゃなくて、じゃあ来週はどうといった具体的な日付や別の代案があるかどうか。これがなければかなり高い確率でノーです。なるほど。具体性がない言葉はただのクッションだということですね。その通りです。2つ目は時間ですね。時間ですか？はい。誘ってくれてありがとうの後になかなか返事が来なかったり、沈黙が続いたりする場合、これはフェードアウトして察してもらおうとしている可能性が高いです。直接お断りしますと文字に残すことを極端に避ける人もいますからね。返事がないことが一番強い返事になっているんですね。自分の国の文化と違うと無視されたって怒ってしまいそうですけど、これも摩擦を避けるためなんですね。そして3つ目が声のトーンや言葉の熱量です。熱量。はい。ぜひとか行きたいですという前向きな言葉がはっきりあるか。もし誘った瞬間に一瞬の沈黙があったり、声のトーンが下がっているなら、それは静かにジェンガのタワーから手を離したサインです。言葉だけじゃなくて、前後の文脈、時間、声のトーン、すべてを統合したデータ処理。まさに空気を読む実践編ですね。はい。じゃあ逆に、学習者である私たちが、日本人の友人や同僚からの誘いを断りたいときはどうすればいいんでしょう？それも気になりますよね。はい。直接ノーと言ってはいけないとなると、
無理してイエスって言ってしまいそうです。実はそれが一番避けるべきなんです。そうなんですか。はい。無理にイエスと言って、後からやっぱりいけませんと直前にキャンセルすること、これが一番タワーを大きく崩す行為になります。確かに相手に迷惑がかかっちゃいますもんね。ええ。日本式に上手に断る最大の武器はクッション言葉なんです。クッション言葉、いきなり本題に入る前に柔らかい言葉を挟むんですね。はい。いきなり断るのではなくて、相手へのリスペクトや感謝を先に置くんです。例えば？誘ってくれてありがとうございますとか、せっかくですが、これを入れるだけで劇的に印象が変わります。なるほど。その上で、具体的な理由を柔らかく添えれば完璧です。具体的なフレーズだとどんなものが自然ですか？そうですね。いくつかあります。例えば、すみません、その日は予定があります。今回はちょっと難しいです。誘ってくれてありがとうございます。でも今回は遠慮しておきます。また機会があればお願いします。とか、こういう表現が自然ですね。今回はちょっと難しいですって、さっきは 100% 不可能っていう意味だって習いましたけど、ええ、自分が断るときに使うと相手を傷つけない魔法の言葉になるんですね。その通りです。完璧な日本語の表現じゃなくても、その相手の顔を潰さないっていう気遣いの姿勢は、日本の人たちには必ず伝わりますよ。言葉の裏にある思いやりの形、とても深く理解できました。リスナーの皆さんも最初は完璧にデータ処理できなくても大丈夫です。少しずつ言葉以外の文脈を読む力を一緒に育てていきましょうね。はい。さて、そろそろ時間なんですが、今日は最後に一つ、とても興味深い視点を皆さんに共有したいと思います。はい。ここまで日本のハイコンテクスト文化とか空気を読む技術について話してきましたが、今世界はものすごいスピードで変わっていますよね。AI の進化ですね。今や翻訳アプリとか AI を使えばどんな言語も一瞬で完璧に翻訳できますし。そうなんです。でも、ここに面白いパラドックスがあるんですよ。パラドックス？ AI は、行けたら行きますという言葉を If I can go, I will go と完璧に翻訳することはできます。はい。しかし、これは行かないっていう意味だから、カレンダーの予定から削除しておこうという高度な文脈のデータ処理はまだ AI にはできないんです。なるほど。言葉の翻訳は完璧になったのに、文化の翻訳で AI が失敗しているんですね。はい。そこで皆さんに考えてみてほしいんです。これからの未来、AI やテクノロジーが進化して人間の代わりに行けたら行きますの裏にある空気を完璧に読むようになるのでしょうか。それとも AI の直接的な言葉に囲まれることで日本人のコミュニケーションの方がはっきりとイエス・ノーを言う文化へと変化していくのでしょうか。テクノロジーが日本文化を理解するようになるのか、それとも日本文化がテクノロジーに合わせて変わっていくのか、それはすごく面白い問いですね。皆さんはどう思いますか？ぜひ考えてみてほしいですね。言葉の裏にある意味を考えるって本当に奥が深いです。今日このお話しした内容が皆さんの日本語学習の新しいヒントになれば嬉しいです。少しでもお役に立てれば幸いです。それでは皆さんの日本語の旅がもっと楽しいものになりますように、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。